2022年10月24日、フォーミュラ1のアメリカグランプリでマックス・フェルスタッペンが優勝しました。その優勝でレッドブルチームが2022年のチャンピオンになりました。その試合後、レッドブルチームを含むフォーミュラ1の関係者たちがみんなツイートした人がいます。レッドブルの創業者ディートリーヒ・マテシツでした。ディートリーヒがその試合の前の日に膵臓がんで亡くなったんです。1995年から10年間フォーミュラ1のメインスポンサーとして活躍して、2004年にはジャーガーレーシングチームを買収してレッドブルレーシングチームを設立して優勝まで導いた人物です。車会社でもないのにフォーミュラ1で優勝するのもありえないことですが、フォーミュラ1のエンジンまで独自製作すると発表しました。飲み物会社なのに売っているのは飲み物だけではない。それが成功のキーになった会社、レッドブルが気になります。レッドブルはタイの TC 製薬が1976年から販売していたクラティンデーンという栄養ドリンクがその始まりです。当時タイのエナジードリンク市場はリポビタン D がほぼ独占していたんですが、 TC 製薬はリポビタン D より安く売れば勝負できると思ってクラティンデーンを出しました。クラティンデーンはタイ語で赤い目牛という意味です。歯磨き粉会社のブレンダックスのアジア担当だったオーストリア人のディトリーヒ・マテシツは出張のため香港に訪れます。長い旅で疲れていたディトリーヒがホテルのバーでクラティンデーンを飲んで疲れが取れる経験をします。ディートリヒはこれはヨーロッパで売れると思ってタイに行って TC 製薬の創業者チャリアオ・ユイタヤに会ってヨーロッパ進出を計画します。お互い50万ドルずつ出してオーストリアにレッドブルを1984年に設立します。クラテンデンをヨーロッパ人の口に合うように砂糖を減らして炭酸水を入れて1987年に欧州で初めて発売されました。ヨーロッパで売り始めた頃には缶入りの咳止めの味とか吐き気のする味などの味について不評でした。しかしディートリヒは味よりは覚醒効果と集中力を上げてくれた自分の経験を信じました。そしてレッドブルの缶に書かれた最初のコピーは性能を向上させるでした。当時コカ・コーラの4倍に達する2ドルで売り始め、パーティーやスポーツを楽しむ若い男性を狙ったプレミアムドリンクとして売り始めました。最初のマーケティング戦略も面白かったです。ミニクーパーに大きなレッドブルの缶の模型をつけたレッドブルカーをどこかで見たことある人も多いと思いますが、大学生の中から何人かをブランド管理者に選抜してこの車を運転しながらパーティーを開くようにしました。そしてこのパーティーに参加した人たちにはレッドブルを無料で配りました。あとはクラブや居酒屋を回りながら店内のゴミ箱もしくは店の近くのゴミ箱に空のレッドブル缶をいっぱい詰めながら歩き回ったり、店内のテーブルの上にわざわざ空き缶を置いたりしました。飲み屋でお酒を飲んでいた人たちや飲み屋から出てきた人たちはそれを見て流行っている飲み物だと認識するようにしたんです。この戦略はオーストリアで大きく成功し、1997年にアメリカに進出する時も同じ戦略を使って一気に市場を手にすることができました。他の飲料会社のマーケティングは広告に集中していました。スーパースターを起用してテレビ CM を作ったり、スポーツイベントをスポンサーしたりしました。でもレッドブルは違っていて直接スポーツに参加しました。人気スポーツだけではなく非人気スポーツのイベントも開催しました。今もレッドブルは収益の 30% 以上マーケティングに費やしています。F1 の世界トップのチームを2つ持っていて、サッカーチームやエクストリームスポーツチームなど様々なスポーツ分野で支援をしています。
2012年にオーストリアのスカイダイバーが小さなカプセルに乗って熱気球にぶら下がって地上約 39km のところから飛び降りました。たった10分で地上に無事到着した彼は時速 1300km を超えて人類初で音速を超えるフリーフォールに成功した人となります。このイベントを企画したのはレッドブルでした。レッドブルはこのプロジェクトのために7年間約$3000万を投資しました。このプロジェクトを YouTube の生中継で見守った人が800万人で50カ国のテレビ局がこの場面をそのまま放映しました。そして2012年レッドブルの販売は前の年より 16% も増加して広告効果だけでもなんと$400億に達したと言われています。$3000万を投資して$400億の効果を出したのでどんな広告より効率的だと思います。ディートリヒはレッドブルはエナジードリンクを売っているメディア会社だと言ったことがあります。2007年にレッドブルのコンテンツを制作するレッドブルメディアハウスを作りました。これまで600本以上のスポーツドキュメンタリー映画を制作し年間$3000億以上の収益を出しています。レッドブルは上場した会社ではなくディートリヒ系が 49% の持ち分と経営権を持っていてタイのチャリアオの家族が 51% を持っています。レッドブルの 51% を持っているタイのユイタヤ系はこの10年間タイ国民の敵になっています。チャリアオの孫のウォーラユットがフェラーリでバイクに乗って勤務中だった警察官をひいて死亡させたと逃げた事件がありました。飲酒運転、コカインの服用が疑われる状況だったんですが、保釈金200万を払って保釈された後、海外に逃げていろんな国を回りながら F1 大会を見に行ったり、遊覧船で旅行したりしました。しかも2020年には不起訴処分になったので、タイでは反政府デモが起きるきっかけにもなりました。そして今まで天才的なマーケティングでレッドブルを世界一のエナジードリンク会社に作ったディートリヒも亡くなったので会社の未来がどうなるか不明です。ディートリヒの後継者として知られる彼の息子マーク・マテシツについてはあんまり情報がなくて今後の会社の方向性がどうなるか心配している声が多いです。今日はここまで。バイ。